皆さん、こんにちはなのだ。ずんだもんなのだ。今日はみんなに、とっても興味深い国を紹介するのだ。その国はズバリ、アフリカの南部にあるジンバブエなのだ。実はね、みんな知ってた？ジンバブエの国旗に描かれている、あの立派な鳥さん。あれは実在しない神話の中の鳥なのだ。ロマンチックだと思わない？今日の動画では、ジンバブエの最新ニュースをなんと5つも紹介していくのだ。中でも特に注目なのが、1つ目のニュース。セックスワーカーに融資と住居、上院議員、という記事なのだ。これはね、ジンバブエの上院議員さんたちが、政府にセックスワーカーさんたちの劣悪な生活環境を改善してほしいって、資金や融資、そして住むための土地の提供を強く訴えているっていう、とっても大切なニュースなのだ。憲法上の権利や HIV、エイズ対策、そして社会の道徳観までいろんな意見がぶつかり合っている、考えさせられる内容になっているのだ。この動画がいいなと思ったら高評価とチャンネル登録忘れずにお願いするのだ。さあ、ジンバブエの今をずんだもんと一緒に見ていくのだ。さあ、今回はアフリカ南部の魅力的な国、ジンバブエをご紹介するのだ。この国は、ザンビアや南アフリカなどに囲まれた内陸国で、壮大なザンベジ川が国境を流れ、世界三大瀑布の一つ、ビクトリアの滝を擁しているのだ。首都は活気あふれるハラレで、国の中心地となっているのだよ。歴史を振り返ると、かつてイギリスの植民地ローデシアだった時代を経て、1980年にジンバブエとして独立を果たしたのだ。長らくロバート・ムガベ元大統領が率いてきたけれど、2017年には政権が交代し、現在は民主的な政治体制の確立を目指して前進しているのだ。人口はおよそ1500万人ほどで、多様な民族が暮らしているのだよ。主要産業は、肥沃な土地を生かした農業が盛んで、タバコやトウモロコシが主な作物なのだ。また、金やプラチナ、ダイヤモンドといった豊かな鉱物資源もこの国の重要な財産なのだ。もちろん、ビクトリアの滝や野生動物が生息する国立公園など、観光業も大きな魅力なのだよ。グレート、ジンバブエ遺跡のような歴史的な世界遺産もあり、ショナ族やンデベレ族の伝統文化が息づいているのだ。現在、ジンバブエは経済の再建と観光業のさらなる発展に力を入れているのだ。かつて困難な時期もあったけれど、これからは豊かな自然と文化、そして人々の活力が世界に注目されていく国なのだよ。ぜひ、一度訪れてみてほしいのだ。一つ目のニュースなのだ。セックスワーカーに融資と住居、上院議員、という記事なのだ。ジンバブエの上院議員さんたちが、政府にセックスワーカーさんたちを助けてほしいって言っているのだ。劣悪な生活環境が子供たちの健康や安全を脅かしているから、資金や融資、そして住むための土地を提供してほしいって強く訴えているのだ。HIV、エイズ委員会のアンジェリン・トンボガラ委員長さんの報告によると、セックスワーカーさんたちは家族にまともな家を提供できなくて、子供たちとお客様と同じ一つの部屋を4つに仕切って使っているんだって。だから、居住用の土地や新しいビジネスを始めるための資金や融資を切実に求めているのだ。上院議員さんたちが各地を訪問したとき、セックスワーカーさんたちが自分たちのことを職業だと思っていることに驚いた人もいたのだ。彼女たちは独自のネットワークや専門用語を持っていて、ビジネスの情報を共有しているんだって。月末には収入が増えるけれど、それでも家賃を払うのがやっとで、食費も足りない状況なのだ。特に深刻なのは HIV、エイズの問題なのだ。多くのセックスワーカーさんたちが、あと半年しか生きられないかもしれないって思って、遺言を用意しているケースもあるんだって。情報通信技術副大臣のディンギムジ・プティさんが報告した事例では、お客様が子供をレイプしてしまったっていう悲しい出来事もあったのだ。だから、HIV、エイ
エイズ対策の予算を増やして、ナショナル、エイズ、カウンシルみたいな組織がもっと支援できるようにしてほしいってお願いしているのだ。他にも、国境での関税を引き下げてほしいとか、HIV 感染を防ぐための注射や、陽性者向けの注射を早く提供してほしいっていう声も上がっているのだ。セセル・ズビッツ愛上院議員さんは、憲法に基づいてセックスワーカーさんたちにも医療を受ける権利があるから、差別しないで政策で支援すべきだって言っているのだ。でも、オメガ、シパニ、フンブーエ議員さんみたいに、セックスワークは不道徳でアフリカの文化には合わないから、女性にスキルを身につけさせて、他の方法で収入を得られるように支援すべきだって反対する意見もあるのだ。この国は道徳的に破綻しているって考えているのだ。いろんな意見があるけれど、とにかく政府にこの問題に真剣に向き合って、具体的な行動をしてほしいって強く求めているのだ。2つ目のニュースなのだ。タグはレイ、CC メンバーに車両300台を供与、PB を狙う、という記事なのだ。ビジネス界の大物で、与党ザヌ PF の支援者でもあるクダクワシェ、タグワイレイ氏が、昨日、中央委員たちに300台もの車両を寄付したのだ。さらに2週間以内には、政治局員や他の幹部にも車両が提供される予定なのだ。エマーソン・ムナンガグワ大統領は、ハラレの国会議事堂で最初の30台を中央委員に手渡したのだ。これは、党の動員を強化して、草の根の活動をもっと活発にするのが狙いなのだ。驚くことに、この寄付は、中円が副大統領がタグワイレイ氏の逮捕を求めてからわずか48時間後のことなのだ。副大統領は、タグワイレイ氏がザヌ PF の秘密の株式を通じて、なんと32億ドルも横領したと主張しているのだ。これは水曜日の政治局会議で明らかにされたのだ。ムナンガグワ大統領は、これらの車両はザヌ PF の財産であり、党の使命を推進するために使うべきだと述べたのだ。タグワイレイ氏は、来月ムタレで開催される年次会議にも300万ドルを寄付したばかりなのだ。彼は他の党幹部の反対にもかかわらず、ハラレ州から中央委員に指名されたばかりなのだ。タグワイレイ氏は、熱心なセブンスデーアドベンチスト教会の信者で、政治局員や州の上位6人のメンバー、市区調整委員会の委員長、政治局の副書記にもさらに多くの車両を寄付する計画なのだ。この大富豪は、過去7年間でザヌ PF に2000万ドルもの大金を寄付しているのだ。3つ目のニュースなのだ。放送会、陳変後判事を悼む、という記事なのだ。ねえ、聞いてほしいのだ。ジンバブエの放送会で、とっても偉大な人が亡くなって悲しんでいるのだ。元最高裁判事のモーゼス・ハンブエ・チン変護氏が69歳で亡くなったのだ。昨日、マスビンゴ州立病院で息を引き取ったのだよ。チン変護判事は、本当に素晴らしい経歴を持っていたのだ。国内外で幅広い司法経験を積み、2004年に判事を辞任してからもその知識を生かし続けたのだ。AMH というメディアグループのオンブズマンとして、名誉毀損訴訟をぐっと減らした実績があるのだよ。彼はいつも、事実に基づいた公平でバランスの取れた報道を大切にしていたのだ。尊敬される憲法学者ラブモア、マドゥク氏は、彼を傑出した法学者と称賛しているのだ。陳変護判事は、常に公平な職務を全うし、法の支配と法が国民みんなのためにあるべきだという信念に情熱を注いだのだ。晩年の10年間は、商取引や労働市場の紛争解決における、引っ張りだこの仲裁人だったのだよ。彼は同僚にも惜しみなく法的な知識を分け与え、ボツワナ、ナミビア、レソトでも判事を務めることで、ジンバブエの放送界の評価をぐんと高めたのだ。陳変護判事は、1955年10月29日にマスビンゴ州で生まれたのだ。ジンバブエ大学で法学を学び、若い頃は解放闘争にも参加していたのだ。1980年の独立後すぐに、司法、外務省の次官など、公職に就き、法務省の首席法務官も務めたのだよ。
1996年にはジンバブエ最高裁判事に任命され、1999年の新憲法草案委員会にも参加したのだ。しかし、2004年には政府による司法への干渉を理由に最高裁判事を辞任したのだ。彼の専門知識はジンバブエだけでなく、ナミビア最高裁判事代行や国際法学者委員会の調査団としてアフリカ各地で活動するなど、国際的にも広く認められていたのだ。彼の死は法曹界に大きな空白を残したけれど、新編後判事はその輝かしい功績と正義と誠実さえの揺るぎない献身で永遠に記憶されるのだ。彼には4人の子供と3人の孫がいるのだよ。埋葬の詳細はまだ発表されていないのだ。4つ目のニュースなのだ。政府2025年の GDP 成長率を 6.6% に修正という記事なのだ。ジンバブエ政府が2025年の GDP 成長率予測を 6.0% から 6.6% へと上方修正したのだ。これはとっても嬉しいニュースなのだ。債務、経済開発、投資促進大臣のムトゥリ・ンキューブさんが先日のジンバブエ経済開発会議で発表したのだ。この情報修正は主に農業、香料、製造業の生産が予想よりも良かったからなのだ。特にタバコなどの農業部門が好調で、金をはじめとする工業部門も高い商品価格に支えられて成長したのだ。金は目標の40トンを大きく超えて 43.39 トンも産出される見込みなのだよ。商業作物の生産も増えて、製造業も頑張っているのだ。さらに、新しい通貨、ジンバブエ、ゴールド、CG の導入で、マクロ経済が安定して、インフレが随分落ち着いたのも大きいのだ。CG は公式市場と闇市場の為替レートの差が縮まって、安定性が増しているのだ。政府の慎重な財政政策と金融政策が、投資と経済成長に良い環境を作っていると大臣は話していたのだ。2024年は干ばつで経済が少し減速したけれど、2025年以降は力強い回復と持続的な成長が期待されているのだ。農業、工業、製造業がこれからも経済の屋台骨となって引っ張っていくのだ。ジンバブエ国家統計局の経済センサスによると、2024年の GDP は457億ドルで、製造業の貢献が予想以上だったことも分かったのだ。これは産業を元気にし、付加価値を高める政策がうまく機能している証拠なのだ。大臣は、この成長の勢いを維持して、ジンバブエのすべての市民がその恩恵を受けられるようにすることが大切だと強調していたのだ。でも、エコノミストやアナリストの中には、まだ少し慎重な見方をしている人もいるのだ。CG の変動や資金不足、増税、規制強化などを心配しているのだ。それに、政府の予測は経済全体の 23.9% に過ぎない形式部門のデータに偏っているという指摘もあるのだ。経済センサスでは、経済の 76.1% が非形式部門で成り立っていることが明らかになったから、そこも考慮に入れる必要があるのだ。債務、経済開発、投資促進事務次官のジョージ・グバマタンガさんも、今回の会議での議論が今後の国家開発戦略や2026年の国家予算の策定にとても役立つと語っていたのだ。これからも財政の持続可能性やデジタル経済の統合、新しい税収確保の方法など、深く掘り下げていくのだ。ジンバブエ経済の未来が明るくなるように、みんなで応援するのだ。5つ目のニュースなのだ。3800万ドルの複合施設がズビシャバネを一転、という記事なのだ。はい。皆様、聞いてほしいのだ。ジンバブエのズビシャバネという町に、なんと3800万ドル、約55億円、もかけた巨大な複合施設が完成したのだ。このすごいプロジェクトは、かつて衰退しかけていた鉱山都市に新しい夜明けをもたらす、希望の光なのじゃ。
公共サービス年金基金とパートナーが力を合わせて投資したこの施設のおかげで、すでに300家族と750人の学生さんが快適な生活を送っているのだ。質の高い住居や最新の学生寮が提供されるだけでなく、3000人以上の雇用も生み出したのだ。地域の経済も活性化して、水道や道路といったインフラも整備されたのだよ。すごいのだ。住民の皆さんも大喜びで、これは今後の開発の素晴らしい基準になるのだ、と期待しているのだ。さらに、この施設に続く開発では、質の低い建物を建てないでほしい。そして安定した水や下水道サービスも提供してほしいと、地元の当局に呼びかけているのだ。他の衰退しかけた鉱山都市にも、ぜひ同じような開発を広げてほしいという声も上がっているのだ。マンナンバブア大統領は、この施設の開所式で、これはジンバブエが力を合わせればどんなことでも達成できるという証なのだ、と力強く語ったのだ。我が国は、ビジョン2030に向けて、もう後戻りできない道を進んでいるのだ、とのことなのだ。大統領は、このプロジェクトが効率的で責任ある政府の方針によって、いかに迅速かつ正確に実行できるかを示す良い例だと強調したのだ。品質の高い工事、適時な完成、そしてお金に見合う価値の提供は、これからの公共事業の新しいスタンダードになるべきなのだよ。公共サービス年金基金の学生寮や再生可能エネルギー、観光業への多様な投資も高く評価されたのだ。基金の資産が450万ドルから6億5000万ドルにまで成長したことは、自立した開発資金モデルの素晴らしい成功例なのだ。この基金は、国民の社会保障にとっても非常に大切な柱なのだよ。最後に大統領は、国民全員に、この国を築く思い義務は私たちにあるのだ。団結と平和を大切にして、持続可能な発展のために前進し続けるのだ。と呼びかけたのだ。ズビシャバネのこの複合施設は、ジンバブエの未来を明るく照らす、素晴らしいプロジェクトなのだ。これからも、もっとたくさんの良いことが起こるといいのだ。今回はジンバブエのいろいろな面を知ることができたのだ。経済成長の情報修正や大規模複合施設の完成は未来への希望を感じさせるし、大変な課題にも向き合っているのだ。偉大な放送人の死を悼み、政治の動きも注目なのだ。豊かなこの国のこれからが楽しみなのだ。ぜひ訪れてみてほしいのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけない。けれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声。そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。